春を迎える大自然の姿は刻一刻と変化します。大糸線沿線も桜が散り始め、初夏の息吹が広がり始めます。今回はその短い季節、ゴールデンウィークにかけての大糸線沿線の美しい花々を訪ねる旅に出かけます。春の日差しに誘われて、まず訪ねたのは安曇野市三郷地区。長野県内でも有数のリンゴの産地であるこの辺りには、広大なリンゴ畑が広がっています。桜が散ったそのすぐ後、ピンクのつぼみから白へと変わる花々が春の風に揺れていました。この花がやがて実らせるのは秋の実り、安曇野のリンゴです。澄んだ空気と豊かな水に育まれて、この地域では昔から果樹農園が営まれてきました。春の風に揺れるのはリンゴだけではなく、桃や梨など様々。優しい色合いが地域の風景に溶け込んでいます。春に花を咲かせ、夏には実をつけ、やがて季節の恵みとして人々の手に届く。白い花が咲くこの季節、安曇野の畑には静かに、しかし力強く命が芽吹いています。果樹の里、三郷を後にして次に訪れたのは国営アルプス安曇野公園。雪解け水が流れ、木々が芽吹く広大な園内には春の命があふれています。公園の背後にそびえるのは北アルプス常念岳。その雄姿が季節の訪れを静かに見守ります。春の風物詩として約200匹の鯉のぼりが青空をたなびきます。信州サーモンの鮮やかな鯉のぼりも元気に泳ぎます。この国営アルプス安曇野公園には甲信最大規模を誇るチューリップ畑があります。まるで絵の具をこぼしたように鮮やかな花々が地面を染め上げています。
赤、黄色、白にピンク、常念岳を背にさまざまな色が春の訪れを歌っています。チューリップの彩りを楽しんだ後は、歩いて10分ほどの里山文化ゾーンへ足を伸ばしてみましょう。菜の花ゾーンへ向かう道すがら、水路にも目を向けてみてください。透き通る水の流れに安曇野を歩いているという実感がふっと湧いてくるはずです。岩原口に着きました。ここではもう一つの春の主役、菜の花が鮮やかな黄金色の波となって広がっています。暖かな日差しの中、小さな命が春の日の下で懸命に働いています。花から花へと飛び回り、せっせと蜜を集めるミツバチたち。春を迎え、一生懸命に命をつないでいるのです。自然と人が触れ合う風景。ここには穏やかな時間が流れています。チューリップと菜の花、そして北アルプスの絶景。この国営公園には安曇野の春の魅力が凝縮されています。国営アルプス安曇野公園の少し上流に広がる烏川渓谷緑地。この場所は水辺エリアと森林エリアの2つの顔を持つ自然豊かな都市公園です。春の妖精と言われるカタクリの花を見に行きましょう。木々が葉を広げる前の短い時期、林床に光が届くわずかな時間を使って咲くのがカタクリです。かつてこの植物の球根からはでんぷんを取り出して片栗粉が作られていました。現在はじゃがいもなどが主流となっていますが、片栗粉の名は
今もこの花の名を残しています。わずか数週間だけ地上に姿を現し、再び地中で静かに過ごすカタクリ。その生き方は春の森に一瞬の彩りを添えています。それでは少し北へと足を伸ばし、大町エリアを訪ねてみましょう。大町の市街地を東に抜けた先、能具川沿いに広がる白潮町河川敷公園。ここでは地域の人々が手塩にかけて育てた芝桜が春の訪れを静かに彩ります。この公園を彩るのは約8000株もの芝桜。北アルプスの山並みを背景にピンクや白の絨毯が続いています。遊歩道は川の両岸を縫うように続き、ゆったりと花を楽しめる散策路となっています。澄んだ流れと芝桜が織りなすこの風景も大町の春を象徴する光景の一つです。背後にそびえる北アルプスを望みながら、足元には静かに咲く花々。自然と人が共に紡ぐ能具川の春の風景です。河川敷公園の少し先、三日町の信号のそばでは美しい風景が広がります。北アルプスの雄大な稜線とのどかな田園、田植え前の水面にその姿を鏡のように映し出します。水田に映る残雪の北アルプス、安曇野大町の春を象徴するまさにこの時期ならではの風景です。鹿島槍スキー場の中央ゲレンデ、標高1130メートルに広がる黒沢高原にも春の色が少しずつ差し込んできます。ゲレンデを覆っていた雪が溶け、その雪解け水が豊かに流れ出す頃、湿原の枯れ草の上に春の印がそっと姿を現します。烏川渓谷で出会ったあの小さな妖精、カタクリの花です。
わずか数週間だけ姿を見せるカタクリ。ここ黒沢高原でも雪解けとともにそっと咲き、やがて静かにその姿を消していきます。その短くも確かな営みが山の春を優しく彩ります。高原の春は足元の小さな花から始まります。北アルプスを望む西名山湖の周りでも短い春の物語がそっと幕を開けています。雪の名残が激しい音を響かせながら山を駆け下りていきます。南上白から徒歩で約20分、姫川の源流部へ行ってみましょう。一面に福寿草が咲いています。この姫川源流は白馬村の外れにあり、美しい水が豊富に湧き出ています。奥の方に何か咲いています。水芭蕉です。この姫川源流湧水は水温8度の清らかな水が豊かに湧き出し、そのまま姫川の流れを形作る全国的にも珍しい場所です。雪解けの季節になると福寿草や水芭蕉が顔を覗かせ、命の芽吹きが水辺を優しく彩ります。次はこの時期の白馬村の様子を見てみましょう。今回は桜の見頃を過ぎた頃、あるいはその少し後に咲く花々に焦点を当てて特集しましたが、白馬村の村内でその頃美しく咲く木々も紹介しましょう。その年々によって違いますが、ゴールデンウィーク中に楽しめる場合もあるのではないでしょうか。白馬駅から徒歩およそ20分、田んぼや畑が広がる一角にパッと咲き誇る2本の木。大糸線の車窓からもその姿を望むことができる四十九院の拳です。昔から地域の人々が大切に守ってきたこの木は、春になるとボリュームのある大きな白花を咲かせ、村に春の訪れを告げます。飯盛駅から徒歩で約10分の場所にある古刹長国寺。
室町時代に創建されたというこの寺院は、長い時の流れを静かに見守りながら、春には見事なしだれ桜が境内を彩ります。枝ぶりと樹形の美しさが山寺の風景に凛とした存在感を添え、開花の頃には毎年多くのカメラマンが訪れます。静寂の中に華やかさを秘めた山寺の春の風景です。南上白駅から約 1km の場所には定林寺のしだれ桜があります。江戸彼岸を母種とする品種で、樹齢は推定400年、地上およそ4メートルの高さで3本に分かれた枝が高さ16メートルにまで伸び、しなやかに春の風を受けています。標高がやや高いため、長谷寺よりも少し遅れて咲く年が多く、その分訪れる人々にとっては待ちわびた春の喜びがひときわ大きく感じられます。白馬駅からタクシーでおよそ10分。白馬最後の桃源郷とも称される野平地区の丘に、残雪の北アルプスを背に一本の桜が気高く咲き誇ります。白馬の春を象徴する風景の一つ、野平の一本桜です。この場所にはおよそ20軒の住民の方々が今も暮らしており、そのご厚意により私たちはこの景観を楽しむことができます。訪れる際はどうかマナーを守って静かに春のひとときをお楽しみください。この期間、沿線の野山に入り感じたのは、花が咲くという自然の営みと、それを静かに受け止める里山の優しさでした。この沿線にも今年もまた新たな季節が始まります。爽やかな初夏を過ぎ、暑い夏、そして紅葉から雪景色へ。今年はどんな風景を見せてくれるのでしょうか。